AI で画像から 3D モデルを作るのは簡単になりました。でもそれを 3D プリントできる形にするまでが大変ですよね。この3つはその壁を乗り越えて実際に印刷したキャラクターたちです。今日は AI モデルをプリント向きに整えて最後まで完成させる3つのコツを見せていきます。こんにちは、東京九段工作ラボです。このチャンネルでは 3D プリンター、メーカー向けの道具や AI を 3D 分野に生かすノウハウなどを紹介しています。今日はこの3つのキャラクターを AI で生成してプリントできる形に整えて印刷して仕上げるまでを通しで完走させます。その道のりの要所で私がいつもやっている3つのコツをお伝えします。今日使う 3D 生成 AI はニューラル 4D です。以前もこのチャンネルで紹介した画像やテキストから 3D モデルを作れるサービスですが、その後 UI がリニューアルされてできることも増えています。まずはキャラクターの元になる AI モデルを作っていきます。新しくスタジオという作業画面ができて、コンセプトの絵作り、それから 3D 化、メッシュの最適化、STL のダウンロードまで、今日の AI モデルの作成の工程がそのままこの画面の流れになっています。プリントしやすさの違いが分かりやすいようにアニメ調のキャラクターを3つ選びました。和テイストのかぐや姫ときつねみこ、そして洋テイストの魔法少女です。和テイストの1つ目はかぐや姫です。スタジオにプロンプトを入れて元になる絵を作ってもらいます。画像生成はナノバナナ2と GPT イメージ2が使えて、今回は GPT イメージ2を使っていきます。日本語の指示もそのまま使えます。設定は画像の比率を3対4、枚数を4枚にしていきます。今回のような全身のキャラクターは3対4にすると絵の収まりがいいので、ぜひ試してみてください。そして4枚あるとバリエーションが出て面白いのですが、だいたい同じ雰囲気になるのでクレジットを節約したい時は1枚でもいいかもしれません。ここで一つ、見た目ではなくプリント 3D プリントのしやすさに効いてくる仕込みをしていきます。プロンプトです。ポーズは正面に、十二一重の裾は床まで大きく広げて土台にする。そして髪は体に沿わせて浮いた飾りはつけない。このプロンプトの狙いは3つです。1つは着地させる、2つは宙に飛び出すものを減らす、3つは裾や布で覆って塊にしちゃう。3D プリントしやすい絵を生成の段階で作っておく。これが今日の1つ目のコツです。どれぐらい効いたかは後でスライサーの画面で答え合わせをしていきましょう。絵ができたらそのまま 3D 化していきましょう。できた絵にフォーカスを当てると 3D 生成と動画生成2つのボタンが出てきます。動画も作れるようになってるんですね。でも今回は 3D 生成を押します。すると 3D 生成の画面が立ち上がるので、ここでパラメータを選んで生成します。スタンダード設定なら90秒以内でかなり早いです。ただ 3D プリントまで持っていくなら高品質設定をしていきましょう。そして出てきたのがこちらです。十二一重の柄までテクスチャで再現されていて、後ろに回すと髪の流れもちゃんと立体になってますね。この感じなら3月にはお雛様も作れそうですね。続いてこれのメッシュの最適化をしていきましょう。リトポロジーという機能が画面の下のメニューからすぐに使えます。今回は約100万フェイスあったメッシュを15万まで整えます。このフェイス数が多いとデータが重くてスライサーやブレンダーの処理に時間がかかってしまいます。今回のようなミニキャラクターなら15万フェイスでも十分 3D プリントできます。ワイヤーフレームで見比べてみると細かすぎた編み目が綺麗な流れに組み直されているのが分かりますよね。では最後に今回は STL 形式で書き出していきましょう。
それで生成の工程は完了です。では同じ手順で和テイストの2つ目の狐巫女も作っていきます。こちらも絵の段階で尻尾を地面につけて袴の裾を円錐状に広げるっていう指示を入れてます。でここまでで画面上ではかなり見栄えのする AI モデルが揃いました。ではこの STL をスライサーに持っていきます。使うのはバンブースタジオです。まずはかぐや姫。絵の段階で予告していた1つ目のコツの答え合わせです。床まで広げた裾と体に沿わせた髪が効いてきちんと設置してサポートもほとんど出ない形になってます。スライスしてみるとサポートはたったの 6%、 そのまま印刷できました。続いて狐巫女です。こちらも狙い通り袴の裾が円錐状に広がってビルドプレートにきちんとついてます。ところがですね、下から覗くと袴の中で足が宙に浮いてました。いわばちょっと隠れたチューブラリンですね。このままでも印刷はできます。ただこの足を支えるサポートが袴の内側に立って後から外しにくくなります。今回は置物なので袴の中は思い切って塞いでしまいたいところです。これは後で2つ目のコツ、スライサーの調整で直していきます。では1つ目のコツを仕込まずに思いつきのイメージだけで作るとどうなるか。こういう魔法少女を作ってとだけお願いしたら素敵に飛び跳ねたポーズで出てきました。可愛いんですよね。だけどニューラル 4D はこれもそのまま綺麗な 3D モデルにしてくれます。ただこれ 3D スライスしてみるとサポートの方が本体より重くなりました。モデルの出来ではなく 3D プリントという用途に対する形の向き不向きです。この FDM プリンターで出すのは難しいので、この子にはゲームや 3D のバーチャル空間で活躍してもらうのが良さそうです。そこでこの魔法少女もプリントしやすい形に作り直しました。ステッキを外してしっかり着地させてツインテールを体に沿うように下ろすと。ここではこの作り直した子をちび魔女と呼ぶことにします。では今回のコツにスライサーです。狐巫女の袴の中でチューブラリンだった足はここで直します。バンブースタジオで円錐のパーツを足して体としっかりつないだらカット機能で底を平らに切り落とします。これで袴の中のサポートはいらなくなり、ビルドプレートにも安定して設置します。ちび魔女には円盤のこの台座を足しました。ここでのポイントは2つです。まず本体と台座を別々のオブジェクトとして扱うことです。台座だけ位置や大きさを調整できるので本体を崩さずに済みます。もう一つは足を台座にほんの少しだけめり込ませることです。隙間を残さなければデータは別々のまま造形はしっかりつながります。なのでスライサーの中でやってしまいましょう。準備ができたらあとは 3D プリンターに任せて印刷してみましょう。さて印刷が終わりました。印刷が終わったらコツ3仕上げです。ニューラル 4D のモデルは狐巫女のこの紙の飾りのような薄いこの細かい部分まで再現してくれてます。ただここにサポートがついちゃってるんですよね。なのでサポート外しは力任せではなく道具を使って少しずつ進めます。でサポートって下から上まで一つながりになっちゃってるんですよね。で下を持ってバキッと折ろうとすると勢い余って取れてほしくない本体の細い部分まで一緒に持ってかれることがあります。なのでまずこの太いサポートなんですけれどもバキッとやってしまわないで、まずニッパーで長いツリーサポートを細かく切っていきます。特に顔周りですね。顔周りの細かい部分とか髪の部分とか髪のアクセサリーの部分とか先にちょっとずつ切り離しておくと安全です。
細かく分けたらラジオペンチで少しずつ外していきます。ラジオペンチがちょっとごっついなって思ったら専用のもうちょっと細いのがあります。私が使ってるのは黒微細っていうブランドのやっとこです。細かい部分をつまんで狙ったところだけ外しやすいです。それから本当にちょっとだけ削りたいとか取りたいっていう時はアイガーツールのマイクロナイフっていうのを使ってます。というわけで完成したのがこちらです。で、かぐや姫ときつねみこと、そして魔法少女ちび魔女ですね。ちび魔女です。どれもキャラクターの雰囲気がしっかり残っています。今日は 3D 生成 AI でモデルを作って仕上げてプリントするまでの一連の流れをお見せしました。ニューラル 4D が気になった方はぜひ一度試してみてください。概要欄のリンクから登録すると無料の50パワー、さらに招待コードを入れると500パワーが追加されます。詳しい手順は概要欄にまとめてありますのでチェックしてみてください。そしてもしこの動画が参考になったらぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもすべて読ませていただいてます。いつも励みになっています。3D 生成 AI で作ってみてあれうまくいかないなと思ったらまたこの動画に戻ってきてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。